こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が、無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。実はこのラジオのまさに今の撮影日に僕大やらかしをいたしまして、ここ最近急激にたくさんの方に見ていただけるようになって本当にありがたいことなんですが、さっきマイクに向かってがっつり一本渾身のトークを取り終えたんですよ。よし、今日もいいこと喋ったわって達成感に浸りながら過去のデータを確認したら、なんと1ヶ月前に全く同じテーマで全く同じ結論で喋ってました。1ヶ月前ってついこの間ですよ。さすがにセルフカバーというには早すぎるし、自分のブレのなさに静かに白目を向きました。というわけで、そのがっつり喋ったその回は、大人の事情でタイムカプセルにそっと眠らせることになりまして、急遽今日のテーマは予定を変更して、皆さんから届いた熱いコメントをガチ深掘りする回をお届けします。新規の方が増えている今だからこそ、コメント欄のみんなの共通の悩みや盲点だった鋭い視点をピックアップして解像度を上げて喋っていきます。ああ、これ自分のことかもとか確かにそこ気になるという話が絶対にあると思うので、ぜひ最後までお付き合いください。でですね、そのコメントの話に入る前にもう一つ、皆さんにガチの謝罪とご報告をさせていただきたい件がございます。実はめちゃくちゃたくさん届いていたご指摘があるんです。それが何かというと、BGM がうるさい、音量がでかすぎる、声が聞き取りづらいわ、というツッコミの嵐でございました。本当にごめんなさい。いや、これ言い訳をさせていただきますとね、僕動画を作るときにヘッドホンを使って音量を調整しているんですよ。そのヘッドホンが音の分解能が良すぎて、僕の耳には、BGM と声のバランス完璧やん、最高って聞こえてたんですね。でも皆さんはそれぞれスマホのスピーカーから直接聞いていたり、通勤電車のイヤホンで聞いていたりするわけじゃないですか。環境が全く違うのに、自分のヘッドホン基準で届けてしまっていたので、そりゃあ BGM でかすぎやろってなりますよね。本当に気づかせていただき、たくさんのご指摘、感謝しかありません。ちなみに、現在の最新の何本かに関しては、皆さんからの声を反映して、BGM の音量をかなりがっつり下げて調整させていただきました。今日の音量聞きやすくなったよ。とか、いや、まだちょっとでかいわ。とかあれば、ぜひ今日のコメント欄でも教えてもらえると嬉しいです。ネタは被るわ、音量はうるさいわで、本当にかっこつかない発信者ですが、皆さんと一緒にこのラジオを心地いい空間に育てていきたいと思っています。それでは大変お待たせいたしました。そんな温かい皆さんが届けてくれた神コメントの深掘り、一番バッターから行ってみましょう。まずはこちらのコメントから紹介させていただきます。世間一般で言われている普通ってめちゃ忙しいですよね。モルモットちゃんが回し車を無我夢中でやっている姿と似ているなぁと思います。でも、そこから視点をずらすのって結構大変です。まずそもそも気がつかない。私は子供2人を育てて、人生折り返し地点でこのことに気がついて、少しずつ自分のペースで生きることをしています。田中さんの YouTube とても参考になります。というコメントです。本当に素敵なコメントをありがとうございます。いや、このモルモットの回し車っていう表現、めちゃくちゃ秀逸じゃないですか？本当にその通りで、僕たちは無我夢中で回し車を走らせている時って、それが普通だと思い込んでるんですよね。周りもみんな走ってるから、だから全力で走ることに必死で、あ、これ一回降りてみてもいいんだっていう選択肢にすら気がつけないんですよ。だからこそ、お二人のお子さんをしっかり育て上げられて、人生の折り返し地点でそのことにパッと気づいて、実際に自分のペースにシフトされているのって、本当にすごいことだと思うんです。口で言うのは簡単ですけど、長年回してきた回し車を止めて降りるのって、すごく勇気がいることですから、僕の動画がそうやって自分の心地いい暮らしを作っていくためのちょっとしたヒントや参考になっているなら、発信者としてこれ以上の喜びはありません。今これを聞いてくださっている皆さんも、もしかしたら今無我夢中で回し車を回して
はあはあ息を切らしている最中かもしれないです。でも、ちょっと一回止まってみようかなとか、隣の芝生を見ずに自分のペースで歩いてみようかなって気づくだけでも、人生の景色ってガラッと変わると思うんですよね。本当に温まるコメントありがとうございました。これからもお互い回し車から降りて、のんびり自分の足で歩いていきましょう。さて、次のコメントはこちら。お金を稼ぐよりお金を使わない方がなんぼ楽です。散歩と読書と週1サウナで十分幸せです。というコメントです。コメントありがとうございます。いやー、本当にその通りですよね。めちゃくちゃ共感します。散歩、読書、そして週1のサウナ、想像しただけで最高に整う、完璧に豊かなラインナップですよね。これ何が素敵って、それだけで十分幸せと言える心の感度の高さが本当に素晴らしいなと思うんです。世間一般では、もっと稼いで、もっと高いものを買って、いい車に乗って、いい家に住むのが幸せだっていう、終わりのないレースみたいなものが普通とされていたりしますよね。でも、それってめちゃくちゃエネルギーを使うし、稼いでも稼いでも上には上があるからキリがないんですよ。それに比べて、お金を使わなくても自分をご機嫌にする方法をたくさん知っている人って、人生において最強の無敵モードに入ってると思うんですよね。だって散歩なんてタダですし、読書も図書館に行けばタダ、本を買っても1500円くらいです。サウナだってちょっとしたご褒美価格で身も心もこれ以上ないくらい整います。これってお金をかけて派手に遊ぶよりも、実はよっぽどコスパよく最高にリッチな時間を過ごしてるんですよね。お金を稼ぐために必死に身を削るよりも、自分はこれで満たされるんだという基準をちゃんと知って、お金を使わずに豊かに暮らす方が、メンタル的にもなんぼ楽かわかりません。今これを聞いてくださっている皆さんも、ついついもっとお金があれば幸せになれるのにって思いがちかもしれません。でも、一度スマホを置いて、近所をゆっくり散歩してみたり、お気に入りの本を開いてみたり、サウナやあるいは自宅のお風呂にゆっくり使ってみてください。幸せってこれだけで十分だったわって気づける瞬間がきっとあると思います。素敵なコメントをありがとうございました。これからもお互いお金をかけず、でも心は最高にリッチな毎日を楽しんでいきましょう。さて、続いてはこちらです。最近まで体調を崩していて、心身ともにボロボロでした。生きるの辛くて仕方ない時に田中さんの動画に出会い、田中さんのおかげで人生の考え方が楽になりました。この考え方なら生きていける。超低空飛行で生きていいんだ。そう思えました。仕事もフルタイムの方より、休みが少し多い程度の働き方をしています。私自身も執筆、あと絵も描くのが好きなので、この状態のまま、ストックで稼ぐのは大ありなんだと思うと生きる活力が湧きました。本当にありがとうございます。田中さんの優しい声がとても心地よいです。というメッセージです。心温まるメッセージを本当にありがとうございます。生きるのが辛いと感じるほど、心も体もしんどい時期を乗り越えて、こうして勇気を出して言葉を届けてくださったことに感謝しかありません。このコメントの中にある超低空飛行で生きていいんだっていう言葉、僕が大切にしている言葉です。世の中ってもっと高く飛べとかもっと成長しろ、もっと上を目指せっていうエネルギーに満ち溢れていて、高く飛べない自分を責めてしまいがちじゃないですか。でも体調が優れない時や心が疲れている時にそれをやると本当に心が折れてしまうんです。だからこそ地面すれすれでも超低空飛行でもとにかく落ちずに飛んでいればそれで100点満点なんだ。で、自分を許してあげること、これが今の時代を生き抜くために本当に大切なことだと思うんです。フルタイムではなく、ご自身の心と体を守るために働き方を調整されているのも本当に賢くて、自分を大切にされている優しい選択だと思います。しかも、執筆とか絵を描くっていうご自身の内面を表現する本当に素敵な引き出しをお持ちなんですよね。それを誰かに強制されるわけじゃなく、自分のペースで少しずつ積み上げていくというのは、これからの時代、本当に大ありですし、想像するだけでめちゃくちゃワクワクします。あと、僕の声を心地いいと言っていただけて本当に励みになります。これからも皆さんが日常の荒波に疲れた時に、
いつでもフラッと立ち寄ってほっとできる、そんな逃げ場所のようなラジオをのんびり続けていきますね。本当にありがとうございました。お互い無理に高く飛ぼうとせず、超低空飛行でマイペースに進んでいきましょう。というわけで、今日は予定を急遽変更して、皆さんからいただいた神コメントを深掘りする特別会をお届けしました。いやー、本当に皆さんのコメントの質が高すぎて、僕自身が一番ハッとさせられたり、元気をいただいたりしています。最初はね、1ヶ月前と同じテーマを録音しちゃって絶望してましたけど、結果的に皆さんとこうしてつながれる回になって、本当に良かったです。いつも温かい言葉を本当にありがとうございます。これからもネタを被らせたりするかもしれませんが、皆さんと一緒に一歩一歩心地いいチャンネルを作っていけたらなと思っています。それではまた次回の放送でお会いしましょう。この動画が少しでも良かったな、ほっとしたなと思ってくださった方は、ぜひフォローや今日の感想コメントをいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新していますので、ぜひ概要欄の方も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。お互いマイペースにのんびり行きましょう。バイバイ。